こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近では株式会社ブロックバリューさんがプラチナスポンサーに決まったことなどが話題になってますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと今回私がクラッキングされた件の記事がコインポストさんより公開されました。コインポストさん、結界さんの共同で作られた記事になってまして、非常に内容の濃いものになってます。PC にウォレット情報がなくても、マルウェアに侵された時点でもう厳しいということや、万が一侵された場合の対処法まで書いてありますので、これから仮想通貨界隈で活動を続ける方は一度目を通しておいた方がいいのかなと思いますね。こちらも概要欄のリンクに貼っておきますので、気になった方は見てみてください。あと、ここから通常通り、海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 2.5 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはブラックロックの IBIT がプラス 1.8 億ドル、フィデリティの HBTC がプラス 0.43 億ドル、バンヤクのホードルがプラス 0.15 億ドルと続いています。これで今週は全て純流入となりまして、先週から10日連続のプラスとなっています。ブラックロックの流入が回復しているのが目立ちますね。また昨日オンチェーンの方でも、このブラックロック IBIT がビットコインを買い集めているという投稿が話題になりました。またこの買い圧でビットコインの価格が押し上がるのか注目となっております。一方、香港の ETF は未だ更新されてませんが、あまり騒いでないので、おそらく連日に引き続きゼロのままなのかなと思います。こちらも盛り上がる時は来るのか注目ですね。ビットコインの価格は現在68,000ドルの攻防となっております。昨日発表された注目指標の方では、小売売上高が前月比予想のマイナス 0.4% に対して結果がマイナス 2.3%、前年比予想のマイナス 0.2% に対して結果はマイナス 2.7% と予想を下回る結果となってまして、ポンド安につながっています。また、米ミシガン大学消費者信頼感指数では、予想の 67.4 に対して結果が 69.1 と、米インフレ懸念が少し収まったという見方からですね、金利が下落してドル安、市場全体が回復傾向となっております。米国債金利が 4.46 を推移しておりまして、ナスダックが 18,800、S&P500 が 5,300、ダウ平均が 39,060、金ゴールドが 2,330 ドル、日経平均が 38,600 円、ドル円が 156.9 円となっております。個別株の方では、昨日全面安となっていた仮想通貨関連株が回復してまして、それぞれプラス 5% からプラス 10% 近くの上昇を見せています。ファンダ的にはマラソンデジタルがケニアのエネルギー石油省 MOEP と提携とビットコインベースの再生可能エネルギープロジェクトを立ち上げることを発表したのが話題になっています。ビットコインの先物の方では青いが全体でマイナス 0.9%、額としては330億ドル相当と減少傾向になっています。比率としては全体ではロングが 56.6%、バイナス面はロングが 58.8% と再度上売りになっています。今後の指標としては5月27日にドイツ IFO 景況感指数、イスラエル基準金利、5月28日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、5月29日にオーストラリア、ドイツの消費者物価指数などが控えております。市場全体で見たら昨日の下落から反発となってますが、仮想通貨市場単体で見たら米国のスポット SITF 承認から少し落ち着いた展開となってますが、またブラックロックの開発がまた話題になっています。ミーム関連も未だ局地的に盛り上がってますね。ビットコインは一度66,000を試す形になりましたが、再度68,000の攻防に回帰して上抜けしてます。昨日の時点ではここからしばらくはアルトダウンが続いて、ビットコインも厳しい展開になるのかなと思ってたんですが、ETF の流入もしぼまずにですね、格好も維持してますね。チャートだけ見たら時間足の右肩下がりで、足足も大きな上髭をつけてまして、先物の OI もしぼんでますが、ETF の流入状況が変わりつつあるんで、一概にしたとは言えないですね。ここから休日に入りますが、一通りイベントが終わった後の週末、どうなるのか注目ですね。あとはイーサーですね。昨日米国でスポット ETF の 90B フォーム承認となりましたが、取引開始に必要な S1 フォームが承認されるかどうかの議論が未だに行われています。元 SEC 委員長クレイトンが CNBC のインタビューでですね、スポット ETF の上場について言及したのが話題になっています。
クレイトンはですね、上場は避けられないと思うが疑問は残ると話してまして、主に SEC がイーサを証券かどうか未だに明確にしていないことと、ネットワークを構築しただけで体験を手に入れられることを問題視しています。これは以前 SEC のゲンスラーがですね、指摘していた点と同じことを挙げてますね。市場では数週間ほど遅くても7月8月くらいには取引開始されるだろうと。また今回 JP モルガンとかもですね、大統領選前に S1 を承認してまた票集めに使うんじゃないかという予測を出してますけども、私の方からあえて悲観的なシナリオを出すとするならですね、90フォームの承認だけして取引開始いつかするからと、大統領選まで引っ張って、バイデンが勝った後ですね、S1 を何らかの形で否決する、そういう展開もあるのかなと思いましたね。その線はだいぶ薄いですけど、未だにね、取引開始しないんじゃないかと疑ってる派は、おそらくそういう線を考えてるんじゃないかなと思います。最近では SEC と CFTC 絡みの FIT21 とか、大統領選の駒として仮想通貨が使われてるだけだとかね、いろいろ言われてますけども、この米国のスポット ETF が本当に取引開始されるのかにも注目ですね。あと、オンチェーンの方では、今回のスポット ETF の話題から、イーサのリステーキングプロトコルにまた資金が集中しているのが話題になっています。10日間で約10億ドル近い資金流入となっています。イーサの価格自体が上がったんで、ドル建てで上がっているというのもありますが、各社の TVL を見るとですね、1週間で約プラス 20% の増加を見せています。またイーサファイはビザとの提携計画を発表してまして、単独でも話題になってますね。ただイーサコミュニティ内では、イーサリアム財団のある2人がですね、最近アドルで話題になったエーゲンレイヤーのトークインセンティブを多く受け取ったことが問題視されています。これはイーサリアム財団の研究者ドレイク氏がエーゲンレイヤーの顧問に就任した後ですね、多額のインセンティブをもらったと自白したことが発端になってまして、現在様々な議論が行われています。X 上に展開されている意見を一部見てみるとですね、イーサリアム財団の信頼が損なわれる問題であるとかですね、イーサリアム財団の給料が少ないから他に金稼ぎに行くんじゃないかとか、給料を上げるべきだとかね、エーゲンレイヤーへの批判もあるんですけども、いつものようにイーサリアム財団への批判も出てるみたいですね。財団とコミュニティずっと炎上してますけども、これがいつか鎮火する時が来るんでしょうかね。イーサの価格は現在3750ドル、BTC 建ては 0.0546 と落ち着いてはいますが、ドル建て、BTC 建てともに再度上向きになっています。先物の方では OA が全体でマイナス 1.0%、額として150億ドル相当、未だ高水準を維持しています。比率としては全体ではロングが 54.5%、マイナスミはロングが 65.7% と、こちらも上売りになっています。90フォーム承認の事実売りもあると思いますが、本当に取引開始されるのかという議論が話題になってですね、若干悲観的なムードも漂っている状態なのかなと思います。ただビットコインの上向きに伴ってですね、ドル建てでは再度反発してますね。チャートだけ見たら3800のコブを弾かれて右肩下がりとなってまして、シ足も大きく上髭をつけた状態です。取引開始までね、資金流入が続くというシナリオもありましたけども、何もなくてもビットコイン釣られて上がっていく可能性もありますね。下3600のコブとなりますが、ここを下抜けすると3200あたりまで余裕があるように見えます。上は再度3800を抜けて4000のコブに迎えるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。OKX が香港での VSP ライセンス申請を取り下げています。香港ではですね、VSP ライセンスを取得していない事業者に関しては、5月31日までに事業を閉鎖する必要があると、各取引所に警告を出してたんですけども、OKX は今回申請を取り下げています。事実上の撤退といった形になるんですかね。OKX はですね、ビジネス戦略を慎重に検討した結果であると声明を出しています。HCX とかも先に撤退してるんで、OKX だけというわけではないですけども、いいファンダではないですね。OKX の価格現在48ドル、BTC 建てはマイナス 1.9%、時価差が45位ですね。最近取引所トークンの風向き厳しくなってますけども、こちらも再度上へ迎えるのか注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。スポット ETF の話題から連日アルト ETF の話題が出てますけども、昨日のソラナに続いて XRP ETF への期待も出てます。スタンダードチャータード銀行のアナリストがですね、次はソラナ、XRP の ETF 実現の可能性があると言及したのが話題になっています。アナリストのケンドリックはですね、ビットコインとイーサリアムの優位性が高まり、厳選された次の勝者が現れるだろうと、他のコイン、ソラナ、XRP についても、市場は最終的に ETF ステータスに注目すると語っています。理由としてはざっくり抜粋するとですね、イーサの仕組みと他のアルトは中身が似てるんで、イーサを承認したとしたら、他のアルトを証券認定するのは考えづらいと。またリリース時期に関しては今年ではなくてですね、2025年以降になる可能性が高いとしています。
昨日コインベースがニューヨークで XRP の取引を再開したのも話題になりましたけども、時期的にもまたなんか匂わせが出てますよね。でまた X で100万人以上のフォロワーを持つ元ホワイトハウス広報部長のスカラムッチもですね、ソラナの ETF を準備するつもりですと投稿して話題になってます。ソラナ、XRP ともに現在は単独で強い印象はありませんけども、今後各社からこれらアルトの ETF 申請があるのかも注目ですね。あとは同時のカボスちゃんが亡くなったのも話題になっています。推定18歳とされてます。カボスママのブログではですね、私に撫でられながら眠るように沿っていきましたと書かれています。その後同時のアカウントやイーロン、その他界隈の著名人からも声が寄せられてますね。私の犬も17歳5ヶ月なんで、いつかこういう時が来ると思うと、めちゃくちゃ悲しくなりますよね。この投稿から一時的に同時は強くなりましたが、現在落ち着いております。BTC だってはプラス 1.4%、時価総額は9位ですね。今後同時はどうなるんでしょうかね。イーロンのプッシュがその後も続くのか、それとも違う展開になるのか、同時の今後にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。